皆さんこんにちは、なおです。今回久々のすぐみしときましたなんですが、組むのはこの機体 PMX000 メッサーラ。木星圏と地球を横貫する資源採掘船ジュピトリスにおいて設計・開発された可変モビルアーマー、ジュピトリスを率いるパプティマス・シロコの専用機。はい、それでは早速開封していきたいと思います。このメッサーラ、発売されたのは2013年、今から6年前。微妙に古いんですが、さて中身はどんな感じでしょうか。まずは A パーツ。カラーは紺色なんですが、ちょっと紫がかった感じ。パーツの各所にはしっかりめのモールドが入っているので、これはすごくいいと思います。 B パーツはメッサーラのイメージカラーの薄い紫色。このまま塗装せずに仕上げられるくらい劇中のイメージに近い綺麗な成型色。 C パーツは A パーツと全く同じ紺色で、ボディ周りのパーツが並んでいます。 D パーツにも結構しっかりめのディテールが入っているので、組み立てるのがすごく楽しみです。 E パーツの成型色はライトグレー。フレーム関連のパーツが並んでいます。少し大きめのパーツ2つはアクションベースの台座になります。 F パーツはフレーム関連のパーツが中心になるんですが、これは ABS 製になります。このパーツはいかにも肉抜きしたぞっていう感じに見えないように工夫されたデザインですね。動力パイプやミサイルポッドが別パーツ化されているのは塗装派には嬉しいですね。アクションベース2と共通と思われるパーツなんですが、カラーはフレームと一緒のライトグレー。モビルアーマー形態で飾るときはやっぱりスタンドが必要なので、最初から入っているのはいいですね。ポリキャップはフレームと同じライトグレー。これは地味なんですが、かなりポイントが高いと思います。その他ビームサーベルとアクションベース組み立て用のネジ、あとホイールシールが付属します。はい、それでは素組みを行っていきたいと思います。素組みの仕方は人それぞれだと思うんですが、私は基本マニュアル通りに組み立てを行います。ただ一つずつパーツを切り出していくのはすごく面倒なので、ページの半分くらいのパーツをあらかじめランナーから切り離しておきます。パーツの切り出しが終わったら次に型番ニッパーを使ってゲートを処理していきます。ゲート処理が終わったら組み立て開始です。この段階でパーツをはめるのが硬い場合はダボの一部をカットして後で分解しやすくしておきます。可動部分がしっかりと稼働するかどうか、あとパーツの向きが合っているかどうかなども確認しながら進めていきます。頭部は4パーツ構成で、合わせ目がパネルラインに見えるように工夫されています。組み立ての途中なんですが、この段階ですでにかっこいい、素晴らしいですね。この後もパーツを切り出して組み立ててを繰り返しながら進めていきます。はい、というわけでメッサーラの素組み完了しました。144分の1でこのサイズ、すごくないですか？本体だけでもかなり大きいんですが、スラスターユニットを加えるとさらにでかい。マスターグレードのガンダムと比べるとこんな感じ。
ほぼ同じくらいのサイズって言ってもいいんじゃないかなと思います。足だけ比べるとガンダムよりも長いねこれ。100式と比べるとこんな感じ。モビルアーマーっていうのは結構大型な機体が多いんですが、このメッサーラもかなり大型の機体、大迫力ですね。専用のアクションベースが付属するんですが、市販のアクションベース2よりもかなり安定感があっていいと思います。台座の内側には使用しないハンドパーツなどを収納するスペースもあります。ただサイズ的には MG クラスなので、アクションベース1の方がより安定するかもしれませんね。この HGUC メッサーラ、しばらくじっと見ていても飽きないくらいかなり出来がいいですね。スラスターユニットは合わせ目がパネルラインに見えるように工夫されているので、一見合わせ目がないように見えます。バーニアノズルは劇中よりも大型にアレンジされています。これもいいと思います。モビルアーマーに変形させるには、まず両腕を取り外します。腕の関節はモビルアーマー形態の専用のものに差し替えます。スラスターの位置を調整して背後ユニットを手前の方に持ってきます。この辺りはゼータガンダムに似てる感じです。モビルアーマー用の関節パーツには腕や足を固定する爪がついています。モビルアーマーに変形させるとこんな感じです。ほぼ完璧って言っていいんじゃないでしょうか。かなりの再現度。もちろんですが、付属のアクションベースを使ってモビルアーマー形態で飾ることもできます。続いて製作のポイントを見ていきたいと思います。このキット、結構目立つところに合わせ目が出る箇所があるので、こういったところはしっかりと処理しておきたいです。HG にしてはパネルラインやモールドが比較的多めに入っているとは思うんですが、もう少し追加してみるのもいいと思います。動力パイプも別パーツに置き換えると簡単にディテールアップができると思います。バーニアの基部の部分はもう少しディテールを追加してあげるとよりそれっぽくなるんじゃないでしょうか。テールスラスターの赤いパーツは塗装する場合は後はめ加工が必要になってきます。すでにあるパネルラインを利用してパーツを分割してあげると簡単に後はめできそうです。筋彫りのパターンを考えるのは結構難易度が高いと思うんですが、すでに入っているラインから延長したりだとか、あと同じようなデザインを別の箇所に追加してみるのもいいと思います。可動範囲ですが、腕はあまり曲がらないんですが、足は結構曲がる方だと思います。あと変形させている時にちょっとだけ嫌な予感がしたんですが、なんと足がもげてしまいました。組み立ててる時に結構きつめだなっていうふうに思ったんですが、ここは組み込む前に軸を少し削って細くしてあげた方がいいかもしれません。はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。足がもげちゃったのがね、少し残念ではあるんですが、結構改造しがいのあるキットだなっていうふうに感じたので、作ると楽しいと思います。この動画に関する感想などを気楽にコメントいただけると嬉しいです。今後の予定ですが、指南樹は梅雨明け後に塗装、それまでの間は100式の改修を行っていきたいと思います。この動画最悪だわという方はバッドボタンを、いやなかなか良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ここまで動画を見ていただきどうもありがとうございました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。